どうも、明智ピロシキです。はい、玉のったやつお願いします。今回、ソニックキャラクターの好きな食べ物、まとめてきました。おー、好きな食べ物。はい。お気になる。ソニックといえば、チリドッグ。うん、これはもう有名だね。はい、皆さん、おなじみのチリドッグっていうわけですけども、他のキャラ、これ知らないんじゃないですかね。そうだね、知らないわ。今回、バッチリまとめてきましたので、行ってみましょう。お、助かる。お願いします。まずはソニック。これはさっきも言いましたけど、チリドッグですね。もう皆さんおなじみということですけども、意外とゲームに登場したのは2008年ソニックワールドアドベンチャーが最初だったんですね。結構最近だじゃあ。まあ最近というか、デビューからは時間経ってるよねっていう感じですけど、この辺の秘密については前に挙げさせてもらったソニックチリドッグ解説の方で詳しくやっておりますので、そちらをチェックしてみてください。ニッチな解説動画だね。はい、やりましたよ。続いてテイルス、ミントキャンディー。これは昔からある設定ですね。ゲームギアで発売したテイルスのスカイパトロール、これ昔実況プレイもやってるんですけども、やりましたね。あったあった。こちらでも回復アイテムとして登場してました。ミントをね食べて回復するっていうのもなんか不思議ですけど、確かにね、どういうことなのかって分かんないけど、爽やかな感じでね、気持ちが高まるのかな、なんかミントキャンディーねっていう感じ。好きなんだね、テイルス。はい。続いてナックルズ、フルーツ。かわいい。特にブドウ。あ、そうなんだ。ということなんですけども、この特にブドウっていうのは、日本の方の取扱説明書でフルーツ鉱物って書いてあったんですよ。ただ海外の方だと特にブドウっていう補足というか注釈があるんですね。へー。海外だとブドウ固定ということで。そうなんだ。はい。謎のブドウ推しが海外では発生してると。発生してますね。で、ソニック・ザ・ムービー、ソニック VS ナックルズのラストシーン覚えてますかね。みんなで野球をするんですよ。で、この野球の後でみんなでデザート食べに行こうぜみたいな流れになって、アイス食べようみたいなあったか感じになるんですけど、なんだそれ。ブドウ入ってるのか。言ってるってナックルズがブドウを求めてる。突然のブドウ。一応じゃあ映画でも拾われてるんだ。そうなんですよ。かなりマニアックなネタ入れてきたなと、ちょっと嬉しくなりましたよね。でかいグローブでどうやってブドウの皮むくって、皮むかないのか。そのままいっちゃうのかな。草ごとしゃぶしゃぶと。ワイルドな男ですから。確かにね。食べてるものは可愛いけどね。なるほど。ですよ。ブドウ好きなんだ。意外。でもなんかニラまんじゅうは、ニラまんじゅうの話ってありますよね。その話ね。はいはい、ありますよね。ニラまんじゅうってね。これ有名ですよね。有名なんですよ、一応ね。ソニック X というね、アニメ作品でナックルズの好物はなぜかニラまんじゅうだったんですよ。これマジで謎なんだけど、すごい有名だから、しょうがないやで皆さんそこ気になるところだと思うんですけど、一応アニメだけでのネタだったんで、そうなんだ。公式はフルーツということで、どっちもなんかなちょっとわかんないですけど、ちょっと謎だよな、ニラまんじゅうが。俺は公式じゃないんじゃないかなって睨んでたんですけど、ニラだけに急にちょっとニラまんじゅうでこっちはとっちらかってるのにさ、やめてよ。セガの社員食堂でソニックのコラボメニューっていうのがたまにやるんですよ。ソニックの誕生日とかに。でそれで一回ね、ナックルズのニラまんじゅうを添えてみたいなメニューがあって、使われてる。ニラまんじゅうが公式にあれみたいな、あれそれ拾うのみたいなこともあったんで、ナックルズの公式の好きな食べ物、フルーツ、特にブドウ、ニラまんじゅう。ニラまんじゅうもなんだこれは。ニラまんじゅうを添えてということでよろしくお願いします。なるほどね。ナックルズはブドウとニラまんじゅういただきました。それでエミ、ソフトクリーム。へえ、そうなんだ。はい。あんまりイメージないんですけどね、ぶっちゃけ。そうなの。エミがソフトクリームを食べてるっていう。これなんか原作の描写ありましたっけっていう。逆に聞きたいですね。作中でそういう描写はあんまり描かれない。なんかイラストとかでもあんま見たことないなーって個人的には思ってるんですけど、一応プロフィール上はソフトクリームですね。へえ、かわいい。続いてクリーム。ソフトクリーム。そうなんだ。ソフトクリームダブル。かぶってるんですよね。ここ2人そうなんだ。ただクリームの方は初登場のソニックアドバンス2の時点で確か設定があったと思っていて、そうなんだ。待機モーションでソフトクリームを食べてたと思うんですよね。かわいい。もうそのちょっとした待ち時間でもペロリといっちゃうんだ。かわいいな。ねえ、子供が大好きなソフトクリームということでね。だいぶ好きだね、じゃあ。続いてクリームが連れてるチャオのチーズ。ヤシの実。ヤシの実。そうなんだ。でもチャオはヤシの実とか食べるイメージある。そうだよね。ソニックアドベンチャーとかでもチャオガーデンでこう木の実食べてる。木の実とかヤシの実なのかなあれは。チャオはみんなヤシの実好きなんじゃないということなんだけど、一応チーズもプロフィール上はヤシの実ということですね。ソニックフロンティアプロローグでなんかチャオがこうさ、エンジェルアイランドでヤシの木取ろうとしてて、それをナックルズがドンと拳で取ってあげるみたいなシーンあったね。あのシーンありますよね。やっぱ木の実とか好きなのかな、チャオは。そうみたいですね。続いてビッグ。
でも魚です。あ、そうなんだね。まあ、猫だしね。猫だし、釣り好きだしということで、まあ、魚をね、直接食べてるシーンはあんまり描かれてないかなと思うんですけど、一応プロフィール上はお魚大好きとですね。続いてエスピオ。はいはいはい、エスピオ。団子です。渋い。そうなんだ。和風キャラですからね。忍者ですし。確かに。唐突に公開されたんですね、この設定。あ、そうなんだ。ソニックチャンネルのカレンダーだったかな、で、なんか団子を食ってるカレンダーイラストが出まして、エスピオは団子が大好きみたいな。急に出てきたんだ。急に出てきた。なんかその後もマリオ&ソニックオリンピックとかで拾われたらしいんですけど、急に出てきましたね。団子好き設定が。団子好き設定が。はい。続いてカオテクス探偵事務所の仲間チャーミー。チャーミー。花の蜜。花の蜜が好きなんだ。はい。蜂の子ですからね。まあ確かにね。まあそりゃそうかという感じの。急になんか生物特徴を出してきた。確かにそうだね。今までハリネズミがチリドッグとかソフトクリーム食ってたのに、急に花の蜜。わかんないけどね、ハニーラテとかであってほしいけどね。わかりませんけど、花の蜜とだけ言われてもみたいな感じですけれど、そうらしいです。そうなんだ。まあでもなんか甘いもの全般好きみたいな描写ありますね。まあぽいね、確かに甘いもの好きそう。まあ子供だしね。一応クラシック時代のチャーミー、モダンのチャーミーよりもちょっと年齢上の設定なんですけど、蜂蜜。あ、ここでも蜜系の甘い蜜が好きなんだね。あんま変わんねえなということだったんですけど。なるほど。はい。ちょっと年齢がいっただけではそんなに好きなものって変わんないよねということだ、チャーミー。そうなんですかね。なるほどね。はい。続いてベクター。こちらはですね、モダン期のベクターははっきり決まってないんですけど、クラシックベクターはですね、スポーツドリンク。あ、そうなの。意外なとこ来ておもろいな。スポドリ好きな。ワニなのに。確かにね、なんか肉食なイメージあるけど。なんかね、こうクラシックベクターちょっと DJ っぽいことやってたりとか、なんかバスケが好きそうな感じだったりとか、なんかそういう雰囲気のキャラなんですよね。なるほどね。なんかバスケ好きみたいなとこからちょっとスポーティーなものを欲してる部分があるのかな。なんかわかりませんけど、スポーツドリンク好きらしいですね。意外これは。はい。続いてチップ。チップ。ソニックワールドアドベンチャーに登場した、ゲストキャラクターなんですけど、一応プロフィール上は、好きな食べ物、美味しいもの。ざっくりと。ずるいな、それ。はい。ソニックワールドアドベンチャーで世界各地をね、旅するんですけど、そこでもう美味しいものをガンガン食べ回るっていうキャラクターですね。で、その中でも特に好きなのはチョコチップサンデー。へえ、チョコチップサンデー。このチョコチップサンデーを食べるシーンでソニックがチップにチップと名付けるんですよ。あ、ソニックが名付け親なんだね。そうなんですね。ちょっと記憶を失っちゃってたんで、それでチョコチップサンデー美味しそうに食べてるからチップでいいかみたいな。へえ、そうなんだ。感じだったんですね。チップはじゃあチョコチップサンデーのチップ。はい。なるほど。ということですね。いただきました。はい。続いて、はい。ピックル教授。すいません、ちょっと存じ上げないんですけど、乳酸菌飲料のゆるキャラみたいな方ですか？こちらはちょっと。それはビックル。ビックル。もしくはピルクル。そうか。ピックル教授。ピックル。ちょっとわかんない。これ何？なんですけど、こちらもソニックワールドアドベンチャーにのみ登場したゲストキャラクター。で、大学の教授なんですよね。なんか、地学の教授みたいな。地って地層とかの地？地層とかの地ですね。の教授なのかな、そんな感じで登場するんですけど、キュウリのサンドイッチが好き。あ、そうなんですか。ちょっと知らないキャラクターのあんまりピンとこない好物だったもんで、ちょっと反応に困るんですけど、キュウリのサンドイッチ。はい。美味しそうにキュウリのサンドイッチを食べてたりとか、キュウリのサンドイッチについて熱く語り出したりとか、そんなシーンあるので、はい、また大好きなんでしょうね。ということで、以上、公式で好きなものが設定されているキャラクターでしたね。なるほど、いただきました。はい。というわけなんですけど、結構まだ有名なキャラクター出てきてませんよ。確かにね。シャドウとかエッグマンとかは出てきてなかったね、今ね。なんですけど、この辺のキャラクターについては、公式設定がないキャラクターなんですよね。なるほど。ただ、ちょっと明智なぎに調査をしてきましたので、ここからは公式設定ハテナ編ということで、残りのキャラクター紹介していきたいと思います。なるほど。ちょっと曖昧な部分もありながらっていうことですね。はい。でも紹介いただけると。はい。お願いします。最初はエッグマン。あ、気になるな。何好きなんだろう。フライドチキン。あ、そうなん。でもジャンクなもの好きそうなイメージもあるか。これはですね、一応どこで言及されていたかというと、ソニックピクト。ツイッターで投稿されているイラストシリーズなんですけど、このイラストでエッグマンがオーボとキューボットにフライドチキンの差し入れをもらうっていうね。
こちらのイラストあるんですけど、でこのイラストについてそのソニックステーションライブ、いつも配信やってますよね、あちらでその裏話みたいのをやってた回があったんですけど、その時にフライドチキンはエッグマンの好物って言ってるんですよ、チラッと。あ、そうなんだ。ただみんなも知ってるよね的な感じで言ってるんですけど、知らなかったんだがこちらと。初耳ですぞと。ソニックオタク20年、知らなかったんだが。衝撃だね。エッグマンフライドチキン好きなんだ。まあ、ゲーム内で言及はされてないと思うんで、本当に公式設定っていう。ノリで好物って言ってないみたいな。ライブ配信中になんとなくノリで喋っちゃったっていう。じゃないかと。可能性も秘めてると。思うんですけど。確かにちょっと曖昧な部分じゃそうか。ちょっとわかんないですね。ただまあ一応エッグマンの好物はフライドチキンと確かに言ってたんで、そうなのではと。まあ、ソニックピクトでもそのオボキュボが差し入れしてるんでしょ、っていうのを考えたら、まあオボキュボはやっぱエッグマンの太鼓持ち上手だから、そうだね、フライドチキン好きっていうデータを持ってのこの提供だったんじゃないの。全然嫌いなものをね作ってね、ボコボコにされる可能性あるからね。でもそうだよね。そこはちゃんとリサーチしてた可能性ありますよね。なるほどね。フライドチキンなんだ。はい、続いてシャドウ、これはですねピザ。そうなんまずちょっとシャドウがなんか飯を食うというシーンがあんまり想像できないんだけど、確かにピザなん？ピザらしいです。ジャンク。ちなみになんですけど、ピザだけじゃないんですよ。あ、結構いろいろあるんだ。ドリトス、スニッカーズ、ホットポケッツ。そう、このなんか商品名ホットポケッツ。ここまで来るともう分からないという話になってくる、なんかね、どうやらアメリカでは割とポピュラーなパイ生地の中に具材がたくさん入ったお手軽に食べられるホットスナックみたいな。コストコとかで買えるらしいです。あ、そうなんだ。ホットポケッツ。ホットポケッツちょっとすみません、知らなかったですけど、まあただジャンキーだよね。ジャンキーだね。そこだね。ちょっとなんか想像よりもジャンクなもの好きなんだ。まあソニックもねチリドッグ好きですから、まあ確かにその辺は通じるところあるのかもしれないんですけど、これどこで言われてたかというと、ここが疑惑でして、シャドウ・ザ・ヘッジホッグ、シャドウが主人公のスピンオフ作品、出てたんですけど、海外でこのシャドウ・ザ・ヘッジホッグのプロモーションとして行われていたキャラクターにインタビューみたいな企画があったらしいんですよ。もう20年ぐらい前なんでもう確認できないんですけど。それは何？ウェブの記事とかそういう感じ？ウェブ記事なのかな、ちょっと詳細はわからないんですけど、そういうプロモーション企画があったらしくて、そこでシャドウが好きな食べ物はピザ、ドリトス、スニッカーズ、ホットポケッツと。本人が一応インタビューに回答してるんですよね。それ本当ピザはわかるんだけど、他のは完全に商品名だからちょっとセガのスポンサーとかどうなんよことですよね。すごいね。なんかちょっとこれは危ういですよ。なるほどね。ちょっと公に広めづらい設定ではあるんで、確かに。だからもう闇に葬られてる可能性あるんです。なるほど。まあ当時そういう話があったという噂ですね。意外だな、シャドウ。全然栄養素は完全究極じゃないじゃん。完全食ピザとかにしてほしいですよね、そこはね。そうっすよね。ちょっと栄養素とかなんかそういうところにも。まあでもわかんない。不老不死だし、逆にその食への関心ってなんかもう本当に味覚を満たすものだけに偏っていくのかな。そうなのかな。わかんないけども。ありませんけど、この生活ではもうバキバキのね、めちゃくちゃ健康体みたいな可能性ありますから、羨ましい限りですよ。ね。でここから先のキャラクターはさらに情報が少なくてですね、ほぼ明智のこじつけです。そうなん。まあでもちょっとした事実をベースにっていうことだね。そうっすね。そうならいいなぐらいの願望っすね。なるほど。はい。ただまあレギュラーキャラクターね、まだ出てきてないのいますから紹介させてください。ベクター、風船ガム、オアプリンということですね。さっきモダンのベクターはまだ分かってなくて、クラシックはスポドリって話だったけど、これモダンのベクター。モダンのベクター、失礼。はい、補足ありがとうございます。風船ガムはね、これ皆さん見覚えあると思います。ソニックヒーローズで、ベクターが滑空するときにですね、ガムをこう膨らませてるんですね。あったかも。いつも風船ガムを食べているということなんですよ。確かに。じゃあだいぶ好きだ、風船ガム。だいぶ好きです。はい。もう一つがプリン。これ知らないよね。これなかなか意外ですよね。これはですね、ソニックチャンネルの昔公開されてた漫画がありまして、この中でプリンを大事に冷蔵庫に隠しているというね、かわいいなシーンがあるんですよ。だとか、これもシャドウ・ザ・ヘッジホッグなんですけど、ベクターがですね、通信でのやり取りで、チャーミーに内緒でプリンを食べたみたいなやり取りがありましてまあやたらプリンを食べているということなので、好きなのではと。なるほどね。いうことなんですね。何かとプリン出てくんだ。はい。意外ですよね。意外。ただまあ公式で明言はされてないので、まだちょっと疑惑ということですね。なるほどね。続いてルージュ。焼き芋。
そうなんだ。焼き芋好きなの？本当にとこれは意外だな思いますけど、これはちょっとまだ信憑性薄いんですけど、ソニックチャンネルに登場している壁紙の中にですね、ルージュが焼き芋を食べた後体重を気にしているというかわいい何それ壁紙があるんですよね。でも好きなんだ。じゃあなんかそういう描写を見ると、そこまでして食べたいのであれば、あのルージュが体重を増える可能性を無視してでも食べたい。確かにね。だその乙女がシンプルに体重を気にしてプロポーションを気にしてというだけではなくて、ルージュってこうスパイ活動みたいなことをするから、ちょっと体重が軽くなくてはなんか潜伏できないエリアとか天井に張り付いてなきゃいけないみたいな任務とかも加味した上で、体重よりも焼き物が天秤が勝っているという、そういうことですね。そういうことか。そんな描写が実は見られるので、だいぶ好きなんだ。じゃあこれ焼き芋好きではと。なるほどな。いうことなんですよね。はい、意外だな。はい。続いて、ブレイズ。はいはいはい。紅茶ですね。紅茶か。これはなんかすごいイメージ通りだね。そうですよね。これブレイズが紅茶を飲んでるシーン結構ありまして、これもソニックチャンネルの壁紙だったり、ソニックピクトなんかでも、お城で紅茶をたしなんでいる姿がありますんで、これなんか想像つきますよね。まあ公式的には言われてないですけど、おそらく好きなんだろうなということですね。なるほど。猫舌なんて言葉もありますから。確かに。だいぶ冷ましてなきゃ飲めないとかありそうだよね。あちあちの紅茶はちょっときついか。確かにね。ちょっと仕事に集中しすぎて冷めてるかなと思って飲んだら熱いみたいな。確かにそういう、可愛いなブレイズ。そうか。ありえますよね。そのシーン切り取ってほしいな。はい。ぜひソニックピクトでお願いします。そうだね、描いてほしいね。お願いしますと。続いてシルバー。リンゴ。リンゴ好きなんだ。素朴だよね。確かに。意外な素朴さにちょっとなんか微笑んでしまいましたけど、リンゴ好きなのね。そうですね。ソニックチャンネルの壁紙やソニックピクトでこちらもリンゴと一緒に描かれてたりもしますし、シルバーの初登場作品であるソニック・ザ・ヘッジホグ2006のシルバー編のサブクエストみたいなもので、リンゴを収穫するっていう。サイキックを使ってリンゴをカゴに入れるみたいなミッションがあるんですよ。そんなミッションあるんだ。そこをまあネタ拾ってるんだと思うんですけど、その壁紙とかはね、やたらリンゴネタを拾ってくるから、もうこれは好物なのではと。なるほど。いうことですよ。やたらリンゴフィーチャーされるから、これもシルバーはリンゴなんじゃないかという推測だ。いうことですね。はい。以上、ソニックの、レギュラーキャラクターたちと、プラスアルファピックル教授などなどの、好きな食べ物、まとめということでした。ありがとうございます。かなりね、明智の考察なんかも交えながらの解説にはなったんですけど、相当ボリューム感のある内容になったんじゃないかと思います。イラストとかね、漫画小説書いたり二次創作なんかされる方の参考にしてもらえたらいいなぁなんか思っちゃってます。確かにね。はい。この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録お願いします。今回紹介した他にもキャラの好きな食べ物、情報を知ってる方はぜひコメントで教えてください。はい、こんな感じですかね。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。次回もよろしく。